スペインから帰ってきたんで、あ、そっか。2ヶ月、丸々2ヶ月行ってたんで、その間日本どうよっていう話も聞こうかなと思ったんですけど、なんかね、その2ヶ月がね、あまりにもね、ちょっと濃すぎて、しかもなんていうのかな、スピードがあまりにも速い。だからなんかこうね、どっから話していいのかなっていう感じもあるけど。一つが、日蓮さん、ちょうど去年の今頃、すごい暑い時期に一緒に行った時に、私、日蓮上人の本山だとは知らずに、身延さんによく子供の頃から参拝していて。面白いよね、それが。あのお山が本当に好きなんですよね。涼しいし。あ、そうなんだ。夏といえば身延さんに行ってるみたいな感じで、去年の夏一緒に行った時に、あ、日蓮上人なんですねみたいな、その衝撃から。いや、私でも知ってたけどっていう大変失礼な感じでしたけど、でも私は初めてなんだよね。そうなんですよね。でそれから日蓮上人とご縁があっての一番新しいところで行ったところが池上本願寺、初めてそこも行ったんだけど、その日蓮様がダビをしたっていうところ、最後亡くなったところのお寺のそのお寺の方、そのあたり豪州って里の主っていう、だから多分そのあたりの一帯の治めてた方が日蓮様をお祭りっていうか、すごいご縁、ここで亡くなったということはっていうことでのその池上、そこの何万坪だったかな、すんごい広い敷地を寄贈した、それでその祀ったっていうか、それがまあ池上本願寺っていう、すごいよねと思って。だから日蓮さんが最後そこで亡くなられたっていうことでの、そこで前回美香ちゃんとあの時すんごいいろいろ教えてくれたなみたいな、それやっぱりでも忘れてるんだけど、途中でなんかこれ憑依されてんじゃないのかみたいなこと、体の揺れがやばい状態になってきて、そうかも、このまま起こさなかったらこれ後ろにパタンっていくやつじゃないかなみたいな。そうでやっぱ近い本殿の前、本殿の前で、本堂の前で、そうだよね、そうなの状態になってましたからね。なってたよね。だからやっぱり生きてる方、神様だけではなく、やっぱりちゃんとそんなに昔でもないですしね。そうなの。でもそれでもやっぱりね、パワーがある方なんですよね。パワーがある方。改めてもう一回私もあれなんて言ってたんだろうっていうのを知りたくなったんだけど、身延さんにはちゃんとお山自体がなんか本当もうそのエネルギーで日蓮さんのだよね、上人のエネルギーで満ちてるって言ってましたね。やっぱりずっと過ごされた、やっぱりその残存思念じゃないけど、そこにずっとやっぱり住まわれてたっていうところで、多分そのなるほど、つながりやすいんだと思うんだよね。東京の方はやっぱり亡くなられてのお祭りされてるところだから、やっぱねチャネれない。なるほどね。買ったんだよね。でもそのね、やっぱりその規模ね、すごいですよ。東京寄贈するっていうね、そうなの感じですよね。っていうだけのやっぱりすんごい人物だったんだなっていう、去年の記憶をたどっていくとですね、本当に表現が悪いけど失礼ですけど、いわゆる日蓮上人は今でいう広告屋さんっていうか PR が多分すごい本当にキャッチコピーとかすごいうまかったんだなっていうねことをおっしゃってたんで、そうなんです。人心を掌握するみたいな、言葉で人心を掌握する、パフォーマンス力、あとそういう。だからやっぱりそれって大事だよみたいなこと言われてたんだよね。すごく熱く語ってる、ね。そう。それで私も辻説法ってね。辻説法はほのかさんの方が先に知ってたんでね。私が辻説法って何ですかみたいなぐらいの感じだったんだけど。違うんだよ。チャネリングで降りてきた。あ、そうなんだ。そうだよね。日蓮上人って辻説法の人だもんねってすごいなんか納得して。そうなの。何の話みたいな。そうなの。だからその辻説法っていうのがそのチャネリングの中でその言葉が入ってきた時に。そうなんだ。そう。日蓮さんが辻説法なんだっていう、そこがつながったの。バラバラで聞いたことはあったんだけど、言葉はこの人がやってたのっていう、そのなんていうこうそのクリーンってこうなんかパフォーマンスもすごかったんでしょ。そうこのこの巻物をブワーンとかやられているそのビジョンがうわーみたいな、かっこいいみたいなこれはみんな聞くわみたいな感じの。だって振り向かせなければ意味がないみたいな、伝わらなければ意味がないみたいな、そんな小難しいことを真剣に言ったところでみたいなことをなんか結構ペラペラ喋ってたんだよねって思ってすごいよね。すごい熱い方なんだなっていうので、熱い。あの時チャンネルってもらって初めて、すごい、だから良かったですね。楽しかったです、なかなかその宗教階層、みたいな方シリーズはないじゃない。そうですよね。そうなの。空海さんか日蓮上人かぐらいだよね。そ
親鸞上人とかね、聞きに行きたいよねとか言って、そうそうそう、それでなんかこんだけ入ってくるならやりたいよねみたいな。今回池上本願寺行って結構やっぱ場所重要だね。なるほどね。っていう。なるべく長く時間を過ごしたか、もしくは思い入れが強い場所か。そこが結構重要なんじゃないかなっていうのも。でもなんかそれこそ今これはまあカットしてもいいかもしれないけど。ここ最近の一番私の熱い話、その寝てる時にいきなり3時にバチンと起きて「誰?」でまずすごいそれで起きたわけ、その自分の声で。でそしたらなんかその称号をねいただいたの。で称号っていうのが、まあ、字でちゃんと入ってくるわけなんだよね、その称号を与えるみたいな。何の称号いただいたの？いやそれが菊の16花弁の菊の紋章なんだけど、それをここに埋め込まれたの。これを授けるって言って、で16花弁菊っていうなんか前に神武天皇を茶ねた時にカナンの地でですよね。地でってそれカナンって約束の地っていう意味だったじゃない。それがその菊を持ってるものは国籍とかではなく、それを約束した人だみたいな、約束した民であるみたいな。そうそう、民なんだよ。そういうニュアンスなの。でそれがどういう意味ですかって聞いたら、16方向に物事を見れる視点を持つっていうことだって言われたの。で菊っていうのはこう光、もともとがそのブワーンって16方向にこう光がこう差してる。でそういう風にして全部を見れる視点を持つ。それがどうやら7次元思考で、その7次元でしかこれから生きられないって言われた。5次元に体はいても、意識が7次元以上っていうか7次元にいないと5次元にはいけないっていうようなことを言われて、その7次元的視点というか7次元思考とその16花弁の菊はなんかリンクしてるんじゃないかなと思うんだよね。なんで私に繋がったかって、なんか私の感覚だよ。本当にちょっと近いわけ。どういうこと？人間に、この間まで物理次元に肉体を持っていましたっていう、存在してました。存在してるし、その人の視点がおそらく勝手な感覚だけど6から 6.5 ぐらいの次元、でキリストとか、やっぱり空海とか聖徳太子は多分7次元以上みたいな感じなので、多分そのリンクしやすい方がこう来られてるのかな。ご縁があるんじゃないですか。過去世でやっぱりご縁なのかな。びっくりしたんだよ。ちょっとさ、もう生きながら喋ろうか。そうだね。そういうことで、皆さん今そんな感じですよ。よろしくお願いします。あとなんだっけ、透明な竜が出現したとか言ったんで、その話はまた今度ぜひゆっくりしてもらって。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそういうことでよろしくお願いします。